はじめに本部士官多田博先生からご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。皆様、明けましておめでとうございます。年の初めにあたりまして、今年もしっかり稽古しようと気持ちを定められたことと思います。それにつきまして、一つ申し上げておきたいことなんですが、ここにこういうものがあります。昭和25年の4月1日発行、配布開始第1号。実はこれの発行される1ヶ月前に私入門しまして、当時20歳で、私の学生だったんです。相手との関係、自殺した手紙でみんな大騒ぎして、実はこの上芝道場、我々はね、当時は上芝道場と呼びましたけど、今でも本当はそうです。上島先生の教えをこういうと、戦前は門戸を閉ざしていて、2人のお将軍がいる、そうでないと入れてくれない、誰も入りたくない。僕がどうしても入りたいというイタリア大使館の人がですね、1週間玄関に座り込んだ、そういう話さえしたがって、技だけではなくて、道、どうしてこういうことを行うかとか、そういうことは上島先生のですね、お話なんです。当時はですね、第2日曜日に IT の会という IT の会というのがありまして、当時のいろんな優れた方、あるいは政治家であるとか芸術家であるとか実業家であるとかですね、おいでになった話をして、その後で上島森平先生が演舞をなさって講話をされる。それがですね、次の月のこういう会議にその時のお話が始まり続けるのを、これは B4 で数枚のものを折りたたんだというものですが、そういう状態からですね、愛機という会社に変わって、それからほぼ9年後の昭和34年の4月だと思ってますが、愛機動新聞の第1号が発行されます。まあ、それがですね、ちょっとこういうのが絶対申し訳ないんですが、こういう愛機動新聞というのを、第1号。第2の何かにですね、合気道の極意とは何か、そういう大先生のお話がずっと載ってます。それでこの合気道新聞はですね、今下の事務所で全部ざっと DVD にされたものがありますから、ぜひお読みになってしっかり研究させていただきたいと思います。それでこういうまだ9年間こういうものが出ていた、そういうお話はですね、二代上司が編纂されて、愛機真髄という本に一冊の本になります。これはね、頭で考えて読もうとすると難しい。漢字で読むんですよ。子供の時から何か分かんないけどね、たまく本に行ってね、暗唱したのをそれなようにね、やらないとですね、分かんない。一般に申し上げておきますけどね、プロの伝承っていうのは、2つの道について解いてみますから、道というのはですね、2つの道の中に2つの道が、1つは進学の道、1つは進歩の道。進学の道はこれはお分かりのように江戸時代は儒教の孔子や孟子の教え、そしてそこから出てきた武士道ですね。我々のね、私昭和4年生まれですから、ピーッとそうするの中高愛国がバーッて周りにね、その影響が強かったからみんなギョッとしてね、びっくりするんですよ。それでもう面白い話みたいな、そんなできるだけ触れないようにそんなの我々でスポーツにしようなんて考えないで、あまりに強烈だからね。この進歩の道っていうのはですね、これはね、宇宙的な道で、人間は生きて、地球も生きて、宇宙も生きているところから、どうやって生命度を、宇宙でここつける、遠くの宇宙じゃない、ここの宇宙のこう、その力を高めるにはどうしたらいいか、技術上達にはどうしたらいいか、そういう道です。それでね、解いてるところは一つで、執着的なものを運ぶな、統一、集中的にことをやる。それを教えるんです。それでですね、現代、今から数年後にオリンピックが金メダルに乗って、あるいは世界選手権で組める、そういう人たちがやってるメンタルトレーニングとか、メンタルマネジメント、あるいはその中の技術であるイメージトレーニングは全部その進歩の道の中に伝統的に含まれている。そういうことは3000年の昔から東洋では書かれている道なんです。だから我々がやってる合気道は伝統が一番凝縮されている道です。
最先端のそういうヨーロッパやアメリカでやっているような道を、遠の昔の我々の先人は道として説かれていた。そういうところをよく理解して、一生懸命稽古して、技術だけではなくて、そういうね、そうするとですね、命を高める、どうやって病を克服していくか、どうやって自分の事業やあらゆる技術を強化するか、そういう法則をそういうところから得得する、そういう教えでありますから、これからも大いに励んでいきたいと思います。今年もしっかり稽古いたしましょう。佐野先生、ありがとうございました。